チャプター1エイジウルフ・オブ・ナインス・アベニュー。そこはネットワークの海。ドーム型シアター。中央に立ったエイジの前でワイヤーフレームで構築された模式図が投影される。ワールドウェブ。波に漂うのは国家、企業、研究機関などのサーバ群。それらは浮島あるいは船などで表現されている。ネットワークの海に潜る。すると深海の領域には全く別の世界が広がっていた。デジタルワールド。ドームシアターにガイド音声が流れた。ワイヤーフレームの模式図が立体化して鮮やかに彩られる。それは我々の現実世界リアルワールドとは異なる世界、デジタルネットワーク上に存在する電脳空間であると言われています。ネットワークの海の向こうに広がる異世界デジタルワールド。三子水明。画質は荒かったが澄み渡った美しい大自然だった。玄関ロビーで見た環境映像のような。そのデジタルワールドに生息しているのがこのデータが立体化されたホロライズ。電脳大が主導し AE 社が実用化を進めた技術だ。街中で見かける 3D デジタルサイネージにもこのテクノロジーが応用されている。このデジタルモンスターデジモンです。何かがホロライズされた。パッと見はカエル。尻尾がついたままのカエルになりかけのオタマジャクシだ。スイカみたいな緑に黒の縞模様。特徴的なのは背中にそそり立ったモヒカン狩りみたいな背びれと手足のかぎ爪。生意気にも牙が生えている。ベタモン、成長期、両生類型、ウイルス種。カエルもどきのデータが表示された。デジモンはデジタルワールドに生きている情報生命体、命ある AI なのです。どんな教科書にも載っていないこと。命ある AI。 魚類、両生類、爬虫類、哺乳類、植物、昆虫、甲殻類、軟体動物、さらには機械や化学現象、その他の有象無象、果ては八百万の神仏妖魔のごとき、さまざまなモチーフからなるデジモンたちが次々とホロライズしていく。デジタルワールドの発見とその研究の歴史。デジタルモンスターデジモンとは、デジモンの進化、幼年期、成長期、成熟期、完全体、究極体。デジモン分類の基本となる3つの属性について。ホロライズしたデジモンに続いてそれらが映像とともに解説されていった。あのオブジェロビーにあった。オブジェの映像から3色のレーザー光が放たれてドームシアターの中央に立ったエイジを舐め回すように何度も繰り返し照らした。デジモン分類学の基礎となる3属性、ウイルス種、データ種、ワクチン種のモチーフだね。龍泉寺が説明した。デジモンはネットワーク上の新世界であるデジタルワールドとの接触が人類にもたらした果実。デジモンは人間社会に革命をもたらしました。デジモンを AI ツールとして利用、応用することでソフトウェア開発、
暗号セキュリティ、AI 創薬といった分野で目覚ましい発見がありました。しかしそれは人類の秘密だ。世界の人々のほとんどは未だにデジタルワールドの存在さえ知らないのだ。不意に映像が乱れた。ドームシアターが振動する。たとえ知ってはいても理解はしていない。そのセリフだけ声色が違った。機械で加工したような声だ。それは表と裏返せばデジモンをサイバーテロの道具として悪用することもできます。いわゆるデジモン犯罪の派生です。映像の場面は不意に現実世界に飛んだ。そこは旅客機の客席。窓の外には翼。ジェットの轟音を響かせて飛行機が夜の雲上を飛んでいた。乗客の一人がスマホで機内を撮影している。そんな映像だ。傍らで毛布をかぶって寝ているのは撮影者の妻か恋人か娘か。リアルな風鳴りがエイジの耳を塞ぐ。世界はノイズであふれて、そしてただ静かに。予兆もなく視界が傾く。映像のアングルが乱れる。アラート。機内に酸素マスクが降りてくる。悲鳴、混乱。エイジは思わず目をそらした。見ていられなくなった。だがどうすることもできない。不意に機首を落とした旅客機は高度3万数千フィートから真っ逆さまに雲を突き破って落ちていった。竜泉寺智則はデジタルワールドの発見とデジタルモンスターの研究において常に世界をリードしてきた第一人者だ。そもそも電脳台の隣にこの AE 社のデジタルラボがあるのも彼の存在がゆえ。一人の研究者がこれほど大学の知名度、企業の業績に貢献した例は過分にして知らない。今日の電脳台と AE 社の目覚ましい発展は竜泉寺教授の功績があってこそだった。素晴らしい。エイジが納品したガジェットデジモンドックを検品すると竜泉寺は称賛とともに顔をほころばせた。 DDL 竜泉寺のオフィス。一部がガラス張りになった個室だ。機材と資料、段ボールでぎっしりの棚が所狭しと並んで大学の研究室みたいなありさまだ。竜泉寺がデジモンドックをラボの機器に接続するとエイジが捕獲したデジモンがホロライズされた。尻尾がついたカエルもどき。確かに依頼通りのもどきベタモンだ。見たまえこのなだらかで美しい曲線を。竜泉寺はもどきベタモンの映像の輪郭を愛おしそうに指でなぞる。未知なるデジタルワールドで発見されるデータの中でもこのデジタルモンスター、通称デジモンと呼ばれる AI プログラムはその利便性、拡張性、希少性からグリムのマーケットで高値で取引されていた。そいつを捕獲するのにティラノモンを3頭も使ったんですからね。作業机に荷物を置くとエイジはアピールした。ここは D4 区画ではないので私物は返してもらっている。ほう、
それは大変だったね。ベタモンはピンチになると背びれの部分を投げつける習性がある。もどきベタモンの場合は背びれから衝撃波を出すのだったか。捕獲に使用したエイジのティラノモンはその技ブレードフィンでやられてしまったらしい。はい。でもね、教授、俺にはそのもどきベタモンがどこかどう他のベタモンと違うのかわからないんだけどな。なんだと？竜泉寺はムッとした。エイジ君、君にはわからないのか、ベタモンとこのもどきベタモンの違いが。クライアントの機嫌を損ねてしまってエイジは慌てた。色がちょっと違う？そうだ、もどきベタモンはちょっとだけ色が薄いんだ。さすが君は違いがわかる男だね。エイジ君、今回の報酬には少し色をつけておこう。はいはいはい、毎度。当てずっぽうが正解だったらしい。これで晩飯は牛丼肉盛りに漬物と生卵がつけられる。クライアントも大満足だ。竜泉寺はもどきベタモンのデータをラボの機器に転送し始めた。エイジ君、ところでさっきのはどうだったかな？さっき？リフォーク角で見た映像ですか？めっちゃ良かったですよ。あれはとあるプロモーションビデオでね、以前我が社にもエンターテインメント部門に進出する計画があった。名付けてデジモンランド。ウケる。うん。デジタルワールドのことなんか知らない一般人にデジモンをキャラクター化して売り出そうっていうのが、デジモンは AI 生命体、生き物だっていう設定が特に良かったかな。ファンタジー、フィクション、俺が子供だったら夢中になったかも。エイジは感想を垂れ流した。デジモンは生きているよ。